皆さんこんにちは。ひろちんです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんに向けてアニメやゲーム、日本の文化についてできるだけ自然な日本語でお話ししています。もしまだ第1回、第2回を見ていない人はぜひそちらも見てくださいね。第1回では私がリヴァイ兵長を大好きな理由についてお話をしました。そして第2回ではもしあなたが調査兵団に入るなら誰とチームになりますかというテーマでお話をしました。今回も前回に続いて進撃の巨人についてお話をします。今日のテーマはこちらです。私が選ぶ進撃の巨人好きなエピソード。今回は私が特に好きなエピソードを3つ紹介します。私もこのエピソードが好きと思うものがあるかもしれません。ぜひ自分の好きなエピソードも考えながら聞いてみてくださいね。ただし今回は進撃の巨人のネタバレがあります。まだアニメを全部見てない人は注意してくださいね。それでは第3位から紹介していきます。私が選ぶ第3位は第50話叫びです。このエピソードで私が特に好きなシーンがあります。それはミカサがエレンにマフラーを巻いてくれてありがとうと伝えるシーンです。エレンとミカサは子供の頃から一緒に過ごしてきました。そしてエレンは昔寒そうにしていたミカサにマフラーを巻いてあげました。そのマフラーはミカサにとってとても大切なものです。そしてこのエピソードはハンネスが亡くなって2人は巨人に追い込まれた時にミカサがエレンにマフラーを巻いてくれてありがとうと伝えます。ミカサは泣いています。私はこのシーンを見るといつも胸がいっぱいになります。進撃の巨人には巨人との戦いや怖いシーン、悲しいシーンがたくさんあります。でもこのシーンはとても静かで優しいシーンです。ミカサにとってエレンがマフラーを巻いてくれたことはずっと大切な思い出なのです。そしてマフラーを巻いてくれてありがとうという短い言葉だけでミカサのエレンに対する気持ちがすごく伝わってきます。私はこのシーンを見てとても感動しました。普段は当たり前だと思っていることでも後から考えるととても大切な思い出だったりしますよね。だから私はこのミカサのマフラーを巻いてくれてありがとうという言葉がいろいろな感情が込められていてとても好きです。皆さんは大切な人にありがとうと伝えていますか？家族でも友達でも恋人でももちろん大丈夫です。短い言葉でもありがとうと伝えることはとても大切だと思います。皆さんも今日大切な人にありがとうと言ってみてくださいね。そして第2位は72話森の子らです。このエピソードで私が特に印象に残っているのはカヤがガビを刺そうとするシーンです。カヤはガビがサシャの命を奪ったことを知ります。サシャはカヤにとってとても大切な人でした。以前サシャはカヤを助けてくれました。だからカヤはサシャに感謝しお姉ちゃんみたいになりたいと思うほど尊敬もしていました。そんな大切な人をガビが射殺したと知ります。そのことを知ったカヤはガビに強い怒りを感じます。そしてガビを刺そうとします。私はこのシーンを見たとき、正直なところカヤの気持ちはわかると思いました。自分を助けてくれた大切な人を殺した相手が目の前にいたら怒ってしまうのは当然だと思います。でもこのシーンがすごいのはただカヤがかわいそうという話ではないところです。ガビにもガビの理由があります。ガビは自分の家族や仲間を守るために戦っていました。そしてカヤも
自分が大切に思っている人のために起こっています。2人とも自分の大切な人をという気持ちを持っています。でもその気持ちが憎しみや争いにつながってしまいます。私はこのシーンを見て、人はこのように憎しみの連鎖につながるのだろうと考えました。サシャの命を奪ったガビ、そしてそのガビを殺そうとするカヤ、こうやって憎しみが次の憎しみにつながっていきます。ガビを許せることができた人は森の中を抜け出せた人だと思います。進撃の巨人はただ巨人と戦うアニメではありません。人と人がどうして争うのか、どうして憎しみが生まれるのか、そういうこともとても考えさせてくれる作品だと思います。だから私はこの森の子らというエピソードが好きです。皆さんはこのシーンを見てカヤの気持ちをどう思いましたか？自分だったらどうするかなと考えてみるのも面白いと思う意見もコメントで教えてくださいね。そして私が選ぶ第1位はアニメ第2期第31話戦士です。このエピソードは私が進撃の巨人を見ていて特に驚いたエピソードの一つです。なぜならライナーとベルトルトの正体がわかるからです。特にライナーが鎧の巨人だったとわかるところ、ここは本当に衝撃的でした。初めて見た時、と驚きましたね。だってそれまでライナーはエレンたちと一緒に行動していましたよね。一緒に戦ったり、一緒に話したり、仲間のように見えていました。だからライナーが鎧の巨人だったのととても驚きました。しかもすごく普通に自分の正体を話しているんですよね。そこがまた怖いですね。私はこのシーンを初めて見た時、しばらく頭の中が混乱しました。そしてその後に、じゃあ今までのライナーの行動はどういう意味だったんだろうと考えました。進撃の巨人は一度見ただけではわからないことがたくさんあります。だからもう一度最初から見ると、このシーンにはこういう意味があったんだと気づくことがあります。ライナーの行動も正体を知った後に見ると見え方が変わります。私はそういうところが本当に面白いと思います。なのでこのエピソードを第1位に選びました。皆さんはライナーが鎧の巨人だと分かった時どう思いましたか？びっくりした、なんとなく分かっていた、全然分からなかった、いろいろな意見があると思います。ぜひコメントで教えてください。それでは最後に今日の日本語のコーナーです。今日は5つ紹介します。1つ目は衝撃、とても強く驚くことです。例えばライナーが鎧の巨人だと分かった時、衝撃を受けました。皆さんも最近衝撃を受けたことを日本語で考えてみてくださいね。2つ目は正体、その人や物が本当は何なのかということです。例えばライナーの正体が分かりました。彼の正体は誰ですかという使い方ができます。3つ目は感動です。感動とはいいものや素晴らしいものを見て強く心を動かされることです。胸が熱くなったり涙が出たりするような状態を言います。例えば映画を見て感動する、綺麗な景色に感動するという使い方ができます。4つ目は関係です。これは人と人のつながりのことです。例文はエレンとミカサの関係は変わりました。友達との関係を大切にしていますという使い方ができます。5つ目は伏線。後で起こることにつながるように物語の前の方に置かれているヒントのようなものです。例えば進撃の巨人にはたくさんの伏線があります。日本語の伏線はアニメや映画、漫画の話をするときによく使う言葉なので、ぜひ覚えてみてくださいね。今日は私が選ぶ進撃の巨人好きなエピソードベスト3というテーマでお話をしました。
皆さんの好きなエピソードは何ですか？私が選んだ道と同じでしたか？それとも違いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。コメントを書くことも日本語の勉強になります。短い文でも大丈夫です。そしてこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はここまでです。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。